いつも情報収集にお疲れ様です。今日もですね、膨大なニュースや論文の中から、私たちがこれは知っておくべきだというエッセンスだけを抽出して深掘りしていきます。はい、よろしくお願いします。日常的に押し寄せる情報の波って、全てを追いかけるのは本当に骨が折れますよね。本当にそうですね。ただのニュースの羅列ではなくて、点と点をつなぎ合わせて全体像を描き出す時間が必要だと思っています。その通りです。この時間はですね、そんな情報の海から本当に価値のある知識の結晶だけを抽出し、リスナーのあなたが最前線の動向をしっかりと把握するための近道となる探求の旅です。情報過多の時代だからこそ、個別のアップデートの裏にある文脈を理解することが何よりも重要になりますからね。はい。さて、今回のミッションなんですが、2026年3月8日時点の Google AI、そして Google デベロップズブログから発表された最新のソースを束ねて分析していきます。はい、非常に興味深いラインナップでしたね。今回の最大のテーマは、これまでのクラウド上でテキストを生成するだけの AI から、私たちのデバイス上で自律的に行動するエージェンティックな AI への劇的な移行です。よし、これを紐解いていきましょう。この変化は単なるソフトウェアのマイナーアップデートという枠には到底収まりません。私たちがデジタル世界、そして物理世界とどのように関わっていくのかという根本的なパラダイムシフトなんです。パラダイムシフトですか？これまで私たちがプロンプトを打ち込んで AI にお願いしてやってもらっていた時代から、 AI が私たちの置かれている環境を理解し、手元で自律的に動く時代への境界線に私たちは立っているんです。まさにその環境の理解という部分で、すでに私たちの日常のワークフローに溶け込み始めている AI の進化がいくつか報告されていますね。はい、具体的にはどのあたりでしょうか？全ユーザー向けに展開が開始された検索内の Canvas in AI モードです。これ単なる検索結果の表示画面ではないんですよね。検索画面の中で直接ドキュメントの草案を作成したり、インタラクティブなツールを構築したりできる領域が提供されています。これは非常に大きなユーザーインターフェースの変革ですね。リスナーのあなたが明日重要なクライアントとのミーティングを控えていて、その業界の最新動向を調べていると想像してみてください。はい。これまでなら検索エンジンで調べて、別のタブでドキュメントツールを開いて、コピペして整理してという作業が必要でした。かなり手間がかかる作業ですよね。でもキャンバスがあれば、ブラウザーのタブをいくつも行き来するのではなくて、検索のその場で情報を統合し、アイディアを形にできる。仕事のスピード感が全く変わります。思考を中断させないシームレスな体験ですね。ユーザーが情報を探すという行為と何かを作り出すという行為の境目が完全になくなってきていることを示しています。なるほど。ツールが人間の思考のスピードに追いついてきたと言えるでしょうね。さらに面白いのが、モバイルの検索バーに Ask Anything、つまり何でも聞いてと表示される新しい機能です。あの機能ですね。はい。情報源のアスカテクスパートの記事によれば、AI が私たちの視覚的な検索をどう理解しているのかが詳細に解説されています。視覚的な検索、ビジュアルサーチズですね。単に写真を撮って画像認識するだけではなくて、カメラを通したリアルタイムの視覚情報も AI にとっては私たちが投げかける質問の文脈の一部として処理されているんです。視覚的な情報を文脈として AI が理解できるということは、 AI が私たちの物理的な現実世界と同じ空間を見ているということです。見ているというのはすごい表現ですね。はい。テキストという抽象的なインターフェースを解釈さずに、現実世界の状況をそのまま入力として受け取れる。これはエージェントが自律的に動くための非常に重要な第一歩ですよ。確かに。そうした高度な技術が進化する一方で、開発現場のカルチャーも非常にユニークだなと感じました。と言いますと2月の最新 AI ニュースとして発表されたカルーセル画像には、ジェミニー 3.1 プロのような超強力な基盤モデルと並んで、ナノバナナ2という少しユーモラスで謎めいた名前のモデルも登場しています。ナノバナナ2ですか？いや、開発者たちの遊び心や好奇心をかなり刺激するネーミングですね。本当にそうですね。ふざけた名前のモデルがある一方で、AI がどう現実と仮想の境界線を広げているのかを示す面白い例が2つあるんです。片方は純粋な想像力の世界。もう片方は極めて泥臭い現実世界の課題です。まず前者ですが、プロジェクトジーニーという実験的な機能が紹介されています。はい、プロジェクトジーニーですね。ソースによると、これは画面の中央に Create Your Own
あなた自身で想像すると書かれた黒い地球儀のインターフェースがあるそうです。黒い地球儀。そしてその周りに360度の新しい世界がグリッド上に広がっているというものです。つまり、全く新しい空想の世界。いわゆるデジタルな現実をゼロから構築できるツールなわけですね。ソースには、この世界を想像するための4つのヒントが含まれているとあります。なるほど。でもその一方で AI は物理的な現実の生態系保護にも直面しています。それがオープンソース AI モデルのスピーシーズネットです。スピーシーズネット。野生動物の方ですね。はい。このモデルはジャングルや森に設置されたカメラの画像を分析し、動物の種類を瞬時に識別することで野生動物の保護活動を強力に推進しています。それは素晴らしい取り組みですね。片方でプロジェクトジェニーを使って新しい宇宙を作り出し、もう片方で現実の地球の生態系を守っている。このギャップが今の AI の面白さですよね。ここで非常に興味深いのは、AI という技術が機能しているスケールの途方もない幅広さです。幅広さですか。はい。片方では人間の想像力をブーストして純粋なデジタル空間の空想世界を構築するのに使われ、もう片方ではスピーシーズネットのように地球という現実の生態系を保護するための極めて具体的なツールとして機能している。確かに両極端ですね。デジタルな創造と物理的な現実の保護。この両極端な領域を同じ基盤技術が支えているという事実が、現在の AI の成熟度を如実に物語っています。個人的に一番ハッとさせられたのがここからの展開なんです。ここからが本当に面白いところなんですが、はい。今お話ししたような高度な AI の能力が、巨大なデータセンターやクラウドの向こう側ではなくて、私たちが今ポケットに入れているスマートフォンの中、つまりデバイス本体へと移動してきているんです。オンデバイス革命ですね。まさに今回の革新となる部分です。これを象徴するのが Google AI エッジガラリーでテスト可能になったファンクションジェンマです。ファンクションジャマですね。はい。これは Android と iOS の両方で試せるんですが、単なるテキスト生成モデルではありません。270M、つまり2億7000万パラメータを持つ特化型モデルです。特化型モデル。最大の特徴はカレンダーの管理やデバイスのハードウェア制御、さらにはタイニーガーデンというデモゲームの複雑なロジック実行といったタスクをクラウドに一切依存せず完全にオフラインで行える点です。オフラインでそこまでできるようになったんですね。ただここで少し疑問があるんです。何でしょうか。2億7000万パラメータって今の巨大なクラウドモデル数百億とか数千億パラメータと比べるとかなり小規模ですよね。そうですね。圧倒的に小さいです。本当にカレンダー管理やハードウェアの制御のような複雑なタスクをハルシネーションなしで正確にこなせるんでしょうか。非常に鋭い指摘です。そこで重要になるのが特化型という概念なんです。と言いますと、巨大なクラウドモデルはシェイクスピアの詩を書いたり、量子力学の解説をしたりする一般知識を膨大に持っていますよね。はい、何でも答えてくれますからね。しかし、ファンクション現場のようなオンデバイスモデルは、そうした筆下時点的な知識を削ぎ落とし、関数を呼び出すいわゆるファンクションコーリングの実行に特化してトレーニングされているんです。なるほど。つまりフランスの首都を知らなくても、デバイスのカレンダー API をどう叩けば予定が登録できるか、その構造と手順を完璧に理解しているんです。ああ、そういうことですか。だからこそ小さくても驚くほど正確に動くわけですね。知識の量ではなく、特定のタスクを実行する知恵に特化しているからコンパクトにできるんだ。その通りです。そしてこれをデバイス上で動かすためには強力な裏側の仕組みが必要です。それが TensorFlow 2.21 のアップデートで正式にローンチされた LiteRT ですね。はい。TF ライトの後継にあたるフレームワークですね。ソースによると GPU や NPU の高速化を大幅に引き上げ PyTorch と JAX という主要なツールをシームレスにサポートしているそうです。開発者の視点から見ると LiteRT の PyTorch と JAX のネイティブサポートは革命的なんです。革命的ですか。これまでは研究室で開発した最新の AI モデルをスマートフォンのアプリに実装しようとすると複雑で面倒な変換作業が必要でした。なかなかスムーズにはいかなかったわけですね。しかしこのサポートによりその変換プロセスなしにそのまま実装できる。つまり最先端の研究が私たちの手元のデバイスに届くまでの開発のボトルネックが一つ消滅したわけです。それは大きいですね。さらに低精度データタイプ量子化などのサポートによって効率性が劇的に向上し、限られたスマートフォンのバッテリーやメモリーでも高度な処理が可能になります。
もちろんセキュリティ更新の頻度も向上しています。つまり、これは一体どういう意味を持つのでしょうか？よくある例えですが、これまでのクラウド依存の AI はいわば現場の状況を知らない本社のアシスタントでした。本社のアシスタント。あなたが何かをお願いするたびにアシスタントは一度本社、つまりクラウドに電話をかけ、指示を仰ぎ、それからあなたに返答をしていました。確かに。でも本社の指示を仰ぐアシスタントというだけじゃありませんよね。私たちが ATI を叩くたびに発生するレイテンシーやトークンコスト、さらには企業の機密データや個人の予定を逐一クラウドに投げるというセキュリティやプライバシーの壁がありました。まさにそこは課題でした。これらすべてをデバイス内で完結させることで一気にバイパスできる。これが最大のブレイクスルーですよね。まさにその通りです。レイテンシー、コスト、プライバシー。この3つの壁を越えたことで、ファンクションジェンマやライト RT を搭載したデバイスは、現場で自ら判断して動く優秀なパートナーに進化します。優秀なパートナーですか？通信圏外の機内であろうと地下鉄の中であろうと、彼らはあなたのカレンダーを把握し、ハードウェアの機能を制御し、今ある情報だけで自律的に行動を起こすことができるんです。すごい時代ですね。単なる情報の閲覧端末だったスマートフォンが、物理的、デジタルな世界とシームレスに相互作用し、あなたのために実際に行動を起こす。これがオンデバイス AI の真の価値です。現場で即座に動ける、コストもかからずプライバシーを守られた有能なパートナー。それは頼もしいですね。はい。そして、この新しいエージェントたちを教育し、現実世界で活躍できるようにするためのエコシステム、つまり開発者のコミュニティの動きも非常に熱を帯びています。そうですね。特に注目したいのが、エージェントデベロップメントキット、通称 ADK の新しい統合エコシステムです。ADK の進化は、エージェントの実用性を一気に引き上げるピースですね。そうなんです。この ADK を使えば、開発者は AI エージェントを GitHub や Notion、さらにはハギングフェイスといったサードパーティーのツールと直接連携させることができます。ほう。これにより、ただ会話をするだけでなく、現実世界の複雑なアプリケーションの中で機能するエージェントを構築できるようになりました。これをより大きな視点と結びつけてみると、AI の役割の根本的な変化が見えてきます。根本的な変化。これまでは、私たちが AI のアプリを開いて、そこに仕事を持っていく必要がありました。しかし、ADK によって様々なツールが統合されるということは、AI が単独のアプリとして動くのではなく、私たちが普段使っている Notion での文書管理や GitHub でのコード管理といった既存のワークフローの中に AI が直接入り込んでくる未来を示しています。入り込んでくるですか？はい。AI が私たちの仕事の UI そのものに溶け込むわけです。日常のツールがそのまま AI のインターフェースになるんですね。そして、これらの未来を構築するための熱狂が、現実のイベントにも現れています。イベントですか？はい。情報源には、Google Cloud Next 26 in Vegas に関する開発者向けのガイドが含まれています。ラスベガスでの開催ですね。キーノートのスピーチ自体をオンラインでも見られるんですが、記事が強く強調しているのは、直接参加することの絶対的な価値です。イベントの本質は、オンライン配信では決して伝わらない部分にありますからね。特に今の時代は。そうなんですよ。技術トラックでは、ジェミナイのマルチモーダル技術のブレイクスルーから、クラウドランのゼロトラストセキュリティに至るまで幅広くカバーされていて、個人の開発スピードと組織の安定性のバランスを取るためのツールが提供されています。非常に実践的な内容ですね。でも本当に面白いのは、フォーマルなセッションの外側なんです。20以上の開発者ミートアップやホワイトボードを使った共同作業が行われているんです。なるほど。ホワイトボードですか？ AI がコードをかける時代になぜわざわざ人間がラスベガスに集まってホワイトボードを囲むのでしょうか？そこがまさに重要なインサイトです。AI がコーディングそのものを自動化していく中で、開発者の主要な仕事はコードを書くことから、システム全体のアーキテクチャを設計すること、そして人間同士のコラボレーションへとシフトしています。人間同士のコラボレーション。複雑なビジネス要件をどうエージェントに落とし込むか。これは画面越しのチャットではなく、物理的な空間でホワイトボードを囲み、議論を戦わせる中で生まれるセレンディピティに依存しているんです。偶然のブレイクスルーですね。記事でも過度な宣伝、いわゆるハイプを超えた場所だと表現されていますが、まさにそういうことですね。はい。技術のバズワードに熱狂するのではなく、次世代のソフトウェアアーキテクチャを人間同士の泥臭いコミュニケーションで組み立てている。この熱気こそが、先ほどから話しているエージェンティック AI への移行を力強く後押ししているんですね。ラスベガスの熱気が次世代の AI の骨格を形作っているというわけです。さらにその熱狂は続きます。5月19日から20日には、カリフォルニア州マウンテンビューの将来アンフィシエーターで、
Google I/O2026 が開催されます。恒例のイベントですね。はい。このイベントでは毎年恒例となっているSave the Dateのパズルが公開されているんですが、今年のテーマはズバリ AI がいかに人々をエンパワーし加速させるかなんです。開発者の熱意、新しいフレームワークの構築、そしてオンデバイスでの処理能力。これらすべてが人間をエンパワーするという一つの大きな目的に向かって収束しているのがよくわかりますね。さて、情報型の海からいくつかの重要なピースを引き上げてきましたが、今回の深掘りの要点をリスナーのあなたに向けてまとめてみましょう。はい、お願いします。私たちは今、AI がクラウドの向こう側にいる単なるおしゃべり相手から、私たちのポケットの中で直接行動を起こす強力なローカルエージェントへと変貌を遂げる瞬間に立ち会っています。そうですね。270M パラメーターという特化型モデルのファンクション JMO や変換のボトルネックを排除し、高速処理を実現するライト RT のおかげで、AI はオフラインでも、レイテンシーやプライバシーの壁を越えて、カレンダーを管理し、ハードウェアを制御できるようになりました。はい。さらに、ADK を通じて、Notion や GitHub といったあなたの日々の作業ツールにまで直接アクセスし、ワークフローそのものを自動化し始めています。これらを踏まえると最後に一つの重要な疑問が提起されます。これは少し厄介な問題です。厄介な問題ですか。はい。もしあなたのスマートフォンがクラウドの監視やあなたの明示的な承認なしに完全にオフラインの状態でカレンダーを操作し、メールを返し、自律的に判断を下すエージェントになったとしたら、彼らが間違いを犯した時の責任は誰にあるのでしょうか。責任ですか。これまで私たちはデバイスを単なるツールとして扱い、人間が全ての操作の主体でした。しかし、デバイスが自ら考えて行動し、外部のサービスや他者と関わるようになったとき、私たちは自分のスマホが勝手にやったことに対して謝罪し、責任を取る準備ができているでしょうか。なるほど。エージェントが自律性を持つということは、あなたのデバイスがあなた自身のアイデンティティの一部として社会に参加することを意味します。私たちがデバイスとの間に引いていた操作する側とされる側という境界線が消滅した先にあるこの新しい責任の所在について私たちは真剣に考え始めなければなりません。スマホの自律的な行動に対する責任。便利さの裏側にある非常に深く、そして現実的な問いですね。ええ、避けては通れない道だと思います。リスナーのあなたが明日スマホで検索をしたり、Notionも開いたりするとき、今日お話しした背後で動いているエージェントたちの存在、そして彼らとどう付き合っていくのかを少しだけ意識してみてください。はい。その気づきがあなたの仕事や学びに新しい視点をもたらすはずです。世界は驚くべきスピードで進化していますが、こうして知識を探求し、背後にある仕組みや哲学を理解することは本当にエキサイティングですよね。これからもあなたの好奇心を満たす探求の旅を続けていきましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。